皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年3月20日、LINE キューブ渋谷でのアコースティックお給仕が終わった直後、20時30分に公開されました横浜アリーナお給仕でのオフィシャルライブビデオ事前公開最終第4弾となるエンドレスストーリーについての感想をつぶやかせていただきたいと思います。今回は公開がお名手様限定アコースティックお給仕の直後ということで、事前にチャットに入れた日本のお名手様たちが少なくて、チャットは海外勢が多かったように思いますね。このエンドレスストーリーは10thアニバーサリーツアーのお給仕に帰宅するたびに、ファイナルの横浜アリーナでみんなでエンドレスストーリーを一緒に歌おうと期待され、期待し続けて、ついにその時が来たという、しかも最後の曲というシチュエーションで披露された曲です。そのシチュエーションもあり、これは比喩的ではなく本当に何度見ても泣いてしまいます。この曲はミンチョが横浜アリーナみたいな大きな会場でみんなと一緒に歌うために作った曲ということで、武道館が中止になった結果、この横浜アリーナで演奏して歌うことがメイドさんたちもお名手様たちも目標になっていたと思います。それでは早速オフィシャルライブビデオを見ながらつぶやいてみたいと思います。もう最初のイントロというか、その前のサイちゃんの語りのところで涙がこらえられなくなります。映像だとサイちゃんの真上に大きな月があって、その周りを雲が動いているという完璧な映像になっています。会場からのシンガロングもよく入っていて、会場の興奮が伝わります。それであーちゃんのドラムが入ってイントロに入るわけですが、もうこの時点で涙腺は崩壊しますね。本当にみんなありがとうございます。みんなと歌いたいねって言って、広い会場でみんなと大合唱したいねって歌った、そのために作った曲は一緒に歌ってくれる？声聞かせて。それで1メロに入ってサイちゃんのボーカルで始まります。1A はボーカルメインでしっとり歌詞を聴かせに来ますが、1B からはバックの演奏が軽やかな感じになって、ミンチョもミサさんもあーちゃんのドラムもかなり自由な感じで動き出しますが、この曲全体的にはサイちゃんのボーカルを際立たせるような作りになっているような気がします。それでサビに入りますが、私的にはこのサビに入る時のっていうのがたまらなく好きですね。映像ではサイちゃんが本当に楽しそうに歌ってますし、小鳩さんのコーラスも綺麗ですし、ミンチョの泣き笑いみたいな表情がこの時の感動を表してますし、クールに見えるミサさんの表情も逆にグッときますし、まだあーちゃんは泣いてないかなとか見てしまいますね。1サビが終わって感想になりますが、ここのシンガロングもエンドレスストーリーやってるんだって改めて噛み締めて感動しながら歌った記憶が蘇ります。以前の動画でも言いましたが、小鳩さんがピックを持った右手を上げてシンガロングを促すところ、私的にはめちゃくちゃ好きなんですよね。それで2メロに入りますが、ミサさんのベースが動き出して歌のステージが一段上がります。あーちゃんはそろそろ危なくなってきます。
ラスストーリーせわしくすぎる景色に揺らめくブライトまるで僕らは削れて思いの中でも忘れないよ大丈夫だって一人は孤独じゃないから誰とウィーケンド信じてる。それで2サビに入りますが、1サビへの入りと少し違う感じのところも私的には超お気に入りポイントです。ステージバックの映像に歌詞が映るのもいいですよね。この曲のメッセージ性も伝わりますし、一緒に歌える一体感も出ます。梅酒様なら見なくても歌えると思いますが、途中でさえちゃんがサムズアップしてくれているのも嬉しいです。2サビ終わりで C メロとなります。ここの泣いて笑ってのところのさえちゃんの表情は反則技です。ここのシンガーロングはさえちゃんに釣られないように歌うのが難しいところですが、ものすごくステージと会場の一体感が出せるところでもう胸がいっぱいになります。それで大サビへとつながるわけですが、もうここから会場は多分みんな涙流しながら聴いて見て歌っていたと思います。豆さんたちもかなり来てますね。それでそのまま本来であればアウトロにつながります。このアウトロでのミンチョのソロがもう完璧な構成です。確かミンチョも自分自身で言っていたと思うのですが、ここにソロを持ってくる感性というか想像力は常人には追いつかないと思いますし、エンドレスストーリーはここがクライマックスかと思います。それでこのまま終わるのかなと思っていたらそうではありませんでした。なんと一旦演奏を止めてさえちゃんが語り始めます。何ですかこれは。もう私も多分会場も涙でぐちゃぐちゃになったと思います。こんなにファンのことを思ってくれていて、感謝もしてくれて、本当に全力でを給仕してくれるバンドメイド。こちらからはどんなお礼をしても足りないと思います。まだ終わりたくないんだけどって言いながらセンターステージにかけてくるさえちゃんはもう涙で見えませんでした。それであの歌詞です。この映像は絶対外出先では見られないですね。ここで 200% 泣きますよね。最後の銀テープバーンも最高の締めくくりでした。ここに立ててること、5人でこのステージに立てたこと、本当にみんなのおかげで、みんながいなかったら叶わなかったし、本当にありがとう。まだ終わりたくないんだけど、もっと歌ってくれる？今日も過ごせたこと、
タイちゃんの後ろを向いてステージの方に走って帰りながらのお前ら最高だがもう全てを表してくれているように思いました。英語訳を見ると You guys are the best となってますが、海外のお名手様たちにこのニュアンスって伝わるんでしょうかね。なんとなく伝わってそうな気もしますが、このお前らで晩目さんたちのお名手様たちに対する親しみというか一体感というか、これからもずっと仲間だという感情を表してくれていると思います。いや、曲に関する感想なのか、お給仕の時の感想なのか、単にライブビデオを見てるだけなのかよくわからない動画になってしまいましたが、すみません。いや、この動画は自分で言うのもなんですが、こんなぶつ切りで見てはダメですね。当時ご帰宅できていた方は当時を思い出しながら、ご帰宅できていない方は想像しながら、じっくり何度も見るべき映像だと思います。これはバンドメイドにとっても私たちお名手にとっても歴史的で最高で一つのメルクマールとなるライブビデオだと思います。でも晩目さんたちはさらに上を目指して前へ前へと進んでいくと思いますので、これからもついていきたいと思います。ということで今回は以上です。それではまた次回。